道辻よし子さん当時19歳、爆心地から2.9キロの古井にあった陸軍両松支所内部で被爆しました。一旦防空壕に避難したものの、その後燃え盛る広島市内を通ってその夜疎開先の自宅へ帰りました。私も東京の学校の方に行っておりましたんですけど、戦争末期となりまして、もう東京の方も空襲ひどくなりましたし、そういうことでこちらへ帰ってまいりました。でももうそのまま遊んでいることのできるような状態じゃございませんもんですから、陸軍両松支所の方へ入りました。やはり少しでもお国のために働きたいと思って、もうこのままお国のために死ぬんだったら本望だいうふうな気持ちで働いておりました。当時はその両松町には何人ぐらいの方がお勤めでした？そうですね、全体ではねかなりの数になると思うんでございますけど、当時おりました事務所の方はそうです200人ぐらいいたんじゃないかと思います。200人の中で、はい、光石さんと同じように女性の方は何人ぐらい？たくさんおりました。女性の方がたくさんおりました。軍人さん、それから軍属の男の方、それとあと女の事務員が多数おりました。両松署のその仕事の内容なんですかね、はい、具体的にはどんなことをするところなんですか？軍の方へ食料を調達するところでございます。だからいろいろ業者の方から食料を集めまして、それを軍隊の方へ納めるという仕事でございます。朝何時からだったんですか？朝は8時頃からだったと思います。ちょうど原爆の日7時過ぎ頃に出勤して、机について事務を取っておりましたところ、突然鋭い閃光と激しい轟音とともに、もう全ての窓ガラスを飛び散り、机椅子は散乱し、ただ呆然としておりました。その閃光は何色だったんでしょう？色をちょうど今考えますと、当時写真を撮りますのにマグネシウムを焚いておりました。それが大量になんか集まって爆発したような感じの光でございました。音はお聞きになりました？音はやはり耳をつんざくような大きな音でございました。瞬間何が起こったのかもう本当に分かりませんで、ふっと気がつきました時には周りにはもう血だらけの人がおりまして、怪我を負傷者がたくさんおりました。私も額の方から血が流れておりました。それは何の傷ですか？多分ガラスの切り傷じゃないかと思うんでございますけど。室内の中で、被爆されたんでしょうか？はい、坑道の中でございます。本当にあっという間になんかかなり離れたところに飛ばされたというふうな感じでございました。何メートルぐらい飛ばされました？そうですね、やっぱり2メートルぐらいでございましたかね。ちょっとはっきりもう何かわからないんでございます。もう本当に突然のことでね、何がどうなったのかいうことが分かりませんので、爆風でそういうふうにはっきり何メートル飛ばされたかっていうふうなことも分かりませんけど、とにかく飛ばされたことは確かなんでございますけどね。上の方から退避壕へ入るようにというふうな命令が出ました。それでもう大急ぎでみんな退避壕の中に入りました。声の裏の方に退避壕を作ってございましたもんですから、退避壕の中でもみんななんだかもう何にも物を言う気力もございませんでね、ただもう恐怖心で退避しておりました。そのうち黒い雨が降ってまいりました。それが何時頃であったかいうこともはっきり覚えておりませんのですけど、退避壕の中に入って雨が降るのが見えたんですか？そうです。はい。だから黒い雨にもほとんど合いませんでした。
何時間ぐらい経ちましたかね、はっきり分かりませんのですけど、もう帰ってもいいからっていうふうな指示が出ました。それでみんなと校庭の方まで歩いてまいりましたら、もう本当にびっくりいたしました。そこはもう死者とか、もう息絶え絶えの人とか、負傷した人、そういう人たちが折り重なってもう転げておりました。これは何かが起きたんだと思いましたけど、それが何であるか全く分かりませんでした。それから数人の友人と、小井小学校は山の上にございますから、山を降り始めました。小井の駅の方へ降りてまいりました。ところがもう小井の町もすべて焼けておりまして、朝出かけの時に、出勤の時に見た町とは全く変わっておりました。そこでまたびっくりいたしまして、もう恐怖心でこれからどうなるんだろうかと思いながら家路へ向いて帰ってまいりましたけど、途中通る道もございませんでした。人間の死体とか動物、犬とか猫とかの死体、それから、馬とかそういうものがゴロゴロ転げておりました。家も倒れ焼けておりましたし、それからどこをどういうふうに通って私も歩いて帰ったのかはっきりわからないんでございます。とにかく帰れる道というふうに右往左往しながら逃げてまいりました。ちょうど的場あたりに参りました時に、元私の住んでおりました段原の近くにいる知人から一人の少女を、私にこの人を女川の片方まで連れて帰ってくれないかって頼まれました。私は命からがらここまで逃げてきたのですから、この少女を家まで連れて帰れるっていう自信もございませんし、どうしようかと一瞬戸惑いましたけれど、私がこの人をここで見捨てるとこの人はもうダメになってしまうに違いないと思いましたので、引き受けて連れて帰ることにしました。その人は16、17歳ぐらいの年ではなかったかと思うんでございますけど、胸の方から血が流れておりましたし、多分胸にひどい怪我をしていたんじゃないかと思います。しかし痛いとも苦しいとも言わないで、私に一生懸命ついて帰ってきました。これは現在の東区役所のあたりではなかったかと思います。はっきりは分かりませんけど、両側にお寺がございまして、そのお寺ももう火がついておりました。それでその道を通って帰らなければもう帰る道がないのでございます。それで着ている服を水槽につけまして、びしゃびしゃにしてそれを身にまといました。約100メートルぐらいあったんではないかと思うんでございますけど、その中を2人で必死で走りました。ようやく通り抜けた時、後ろを振り返ってみますと、もう後ろは火の海でございました。一時さんはどちらの女性ですか？後ろでございます。お作業をしている。はい。これは両側から火が、巻いているというふうな感じですが、もう燃え広がって今にも焼けてしまいそうな時でございます。全く道のないところを家の中へ入り込んだり、屋根の上を通ったりして時間をかけて帰ってまいりました。でようやく女川に入りましたが、もう夕暮れでございました。辺りがよく見えないような状態でございまして、女川の片方まで参りましたら、
ちょうど外の方で避難しておられたこの少女のお母様が出てこられまして、すぐにお母様へその少女を渡しました。もう全くもうその少女とも話はしませんでしたし、お母様ともう話をする余裕もございませんで、すぐに私は野の方へ向いて歩いてまいりました。今考えますと、その少女の名前ぐらいね、お互いに聞いていればよかった。そうすれば今生きてらっしゃるかどうかいうことをお尋ねすることもできると思いましたけど、この絵を描きました時も、もしもあの方がこの絵を見てその当時を思い出してくださったらと思う気持ちがございまして、この絵を描きましたが、父は被爆時宝町にある自宅におりました。当時その家が家屋疎開になるので、窓際に腰掛けていたそうです。気がついた時には地下に投げ出され、実線高架ぐらいの穴の中から這い出したそうです。もうその時すでに火は回っていたそうですけれど、周りからは助けてくれ助けてくれという声が聞こえておりましたが、火の回りが早いので、父はその人がどこにおるかも分からず逃げたそうです。後でそういうことをよく話し、助けてあげられなかったことを悔やんでおりました。その父も昭和39年胃がんのため亡くなりました。67歳でございました。生前よく父は、これが子供でなくてよかった、自分でよかったと言って、寒いにつけ暑いにつけ背中の傷に苦しんでおりました。一方妹は無傷で帰ってまいりました。翌日から腸出血を起こしましたが、水さん、妹さんはどちらの方に行ってらしたんですか？それは女学院専門学校に行っておりました。7月末まで第一県女の方の動員に出ておりましたが、8月1日から女学院の専門学校に入り、当日は講堂で朝礼をしていたようでございます。妹も命からがら逃げ出してきたようですけれど、全く無傷で帰ってまいりました。翌日から腸からの出血を始めました。へさか救護所へ連れて行き診察をしてもらいましたが、当時はそれが何の原因か分からず、元気でおりましたので、そのまま重症の父の看護に当たっておりました。1月頃から父の容体が徐々に快方に向かってまいりました。それと入れ替わるように母、私、妹、次々に倒れていきました。特に妹は腸出血がひどく、だんだん衰弱をしていきました。医者も薬もなく、ただ弱っていくのを黙って見ているばかりでございました。昭和21年1月25日、妹は16歳の短い生涯を遂げました。もう少し妹を気をつけてやればよかった。無理ばっかりさせて本当にかわいそうであったと思っております。妹は学校に行きたい、学校に行きたい、学校の先生に連絡して叫び続けておりました。最後の言葉となりましたのは、ご養子なさるんですって、羨ましいわ。将来の希望に夢を馳せていたのだろうと思います。今はただ形見となりました日記を紐解いて妹のことを偲んでおります。
若い命を散らせてしまったことを非常に申し訳なく思っております。これしか妹さんの今形になるものはない。そうでございますね。ちょっとお習字みたいなものを書き残したものとかぐらいしかございませんですね、もう残っているもの。でも私が持っていなければ誰もね、こういうものを持って妹のことを思い出してくれるものもないと思いますので、私が持っております。母も私もずっと寝たり起きたりのような状態が続きました。それからようやく夏頃になりまして、父も母も私もなんとか普通の生活ができるようになりましたもんですから、そこの疎開先を引き上げまして、王侯の祖父母の待つ家に帰りました。それから苦しい戦後が始まってまいりました。思い返しますと、私の母の兄弟をはじめいとこ、学校の同級生、知人、恩師、数えきれない人のような多くの人々を失ってしまいました。このような人類を滅ぼす原爆というものを初めて体験した私たちは、この原爆を絶対に今後使ってはいけないという気持ちでいっぱいでございます。40年経ってもまだ続いているこの被爆者の苦しみ、これは後の世の人には絶対に体験させたくはないと思います。私たちだけではなく、これが将来子孫にまで影響があるということでございますが、このようなことが続いていいものでしょうか。私も残り少ない人生となってまいりましたが、死ぬ日まで原爆反対に向かって頑張っていきたいと思っております。